1942年6月4日、ミッドウェー攻略作戦の陽動として、アリューシャン攻略作戦に参加した古賀忠義一匹曹は、第3次攻撃隊第2小隊2番機として空母龍城を発艦、ダッチハーバーへ向かった。ダッチハーバーの米海軍基地へ攻撃を開始した第3次攻撃隊は、激しい反撃に遭いながら、航空機、格納庫、兵舎や艦船を損傷させ、石油貯蔵タンクを破壊した。飛来する敵機の姿が見えない古賀一匹曹と戦闘機体は、機銃座や砲台の地上施設を銃撃。その攻撃中、古賀一匹曹は被弾してしまった。敵弾は潤滑油系統を傷つけ、機体から漏れ出した油は古賀機後方で油の帯となった。古賀一匹曹は飛行速度を落とし、潤滑油が届かないエンジンをいたわった。ダッチハーバーから東へ40キロ。エンジンをごまかしながら、緊急着陸場所に指定されたアクタン島にたどり着いた。古賀一匹曹は眼下に広がる草深い平地を確認。不整地への不時着ではあったが、主脚を下ろし着陸態勢に入った。上空で見守っていた両機は、下降中の古賀機が向かう先、生い茂る草の隙間から光るものを見た。瞬時に胴体着陸すべきという思いが頭をよぎったが、古賀機は着陸寸前だった。設置直後、主脚で急制動がかかった機体はひっくり返り、その状態で滑り続け停止。大地だと思われた草原の下は草に隠れた湿地だった。海軍搭乗員は、敵地に着地したゼロ戦はすべて破壊すべしと命じられていた。両機は古賀機を破壊すべきと分かっていたが、古賀一匹曹の生死が不明のまま、古賀機に銃撃を加えることはできなかった。非常に慣れなかった両機は、古賀機上空をしばらく旋回、破壊できずに帰投した。搭乗員救出任務の潜水艦は古賀一匹曹捜索を続けていたが、米駆逐艦が現れ、追い払われるように海域を後にした。古賀一匹曹の不時着から1月以上経過した7月10日、通常の飛行コースを外れたカタリナ飛行艇1機がアクタン島上空を通過中、機体腹部を上に向けた墜落機を発見。同地点を確認後、ダッチハーバーへ帰投、報告を行った。翌11日、墜落現場見分に到着した米軍はゼロ戦を確認。機内には首の骨折または頭部強打で命を落とした古賀一匹曹が残されていた。米軍はパイロットの所持品を調べ、身元確認後簡易埋葬。ゼロ戦も回収可能であることを確認した。12日、機体回収チームが派遣されたが、湿地で重機は使用不能。作業は難航し、回収は再度準備を整え、後日と決まった。同日、古賀一匹曹は近くの丘に移され、キリスト教式で改めて埋葬された。15日、準備を整えた回収チームが再度訪れ、ほとんど無傷の古賀機アクタンゼロと呼ばれる三菱零式艦上戦闘機
21型が米軍の手に落ちた。機体はサンディエゴのノースアイランド海軍航空基地へ運ばれ、修理が行われた。ゼロ戦の日の丸は米軍の国籍マークに塗り替えられた。米軍内には日本兵の所持品、機体の一部などを土産とする兵士が存在し、アクタンゼロはそれらの被害を防ぐため、24時間体制の警備体制が敷かれた。9月20日、アクタンゼロの修理が終わった。米軍は初めて飛行可能なゼロ戦を手に入れ、開戦当初、世界トップレベルの性能を誇ったゼロ戦の第1回テスト飛行が開始された。テストはその後、毎日のように繰り返され、ゼロ戦に対抗するための情報が収集されていった。10月15日までに24回のテストパイロットを務めたエディ・サンダース少佐は、アメリカ海軍が航空機に対して実施している海軍試験と同等の性能テストを行い、速度が200ノットを超えるとエルロンが重くなる。200ノット以上ではローリング軌道が遅くなり、操縦桿操作に大きな力を必要とする。左ロールは右ロールよりスムーズ。マイナス G がかかるとエンジンが停止することを解明。優れた旋回性能、上昇性能、航続性能を持つ一方、高速時の横転性能、急降下性能に問題があると指摘。このアクタンゼロの分析から、ゼロ戦に後ろを取られ逃げることができないパイロットのための答えとして、操縦桿を前に倒したマイナス G をかけた垂直急降下で、ゼロ戦のエンジンが停止している隙に距離を広げる。ゼロ戦のパイロットが照準を合わせる前にスピード200ノット以上での激しい右ロールによる回避行動を推奨。適切な戦術をもとにつけ込めるゼロ戦の弱点が明らかになったと語っている。垂直急降下は警戒性と引き換えに急降下速度が不足するゼロ戦に有効だったが、指摘されているマイナス G でのエンジン停止は誤りで、ゼロ戦には中島が開発した世界最高レベルの機械キャブレターが採用されていた。全方向の G 変化に対応し、異常燃焼を起こさず燃料供給できるキャブレターは、マイナス G どころか背面飛行も可能にしている。サンダース少佐がテストを行うアクタンゼロは、キャブレターがたまたま不良品であった。不時着時に破損した。米軍が分解組み立て工程で壊した。いずれかの可能性が高く、米軍は後年までゼロ戦のキャブレターの秘密を知らなかった。アクタンゼロは米軍基地を転々としながら、米軍機との同一機動テスト、格闘テストなどで情報が収集され、ゼロ戦の特性や性能が丸裸となり、防御装甲が乏しいゼロ戦の弱点をついた一撃離脱戦法などが研究された。アクタンゼロ第1回飛行テストから2週間、1942年10月4日、F6F ヘルキャット量産第1号が初飛行を行った。時間的に考えて、アクタンゼロが量産1号機の設計に影響を与えた可能性は低いが、鹵獲されたアクタンゼロのデータは、アメリカ海軍航空局とグラマン社に送られていた。技術者で起業家のロイ・グラマンは、馬力で重量を補い、防弾鋼板、ボーロ式燃料タンク、胴体構造を犠牲にせず、航続距離を除き、
ほとんどの点でゼロ戦に匹敵するか、それを上回る戦闘機を作ることができるとアクタンゼロの研究、分析結果と比較した発言をしている。アクタンゼロ解析前。ゼロ戦の運動性能に翻弄されていた米軍には3つのネバーが存在した。ゼロ戦と格闘戦をしてはならない。背後を取れなければ時速300マイル以下で空戦をしてはならない。上昇するゼロ戦を追尾してはならないとパイロットに警告していた。ゼロ戦との対戦に苦戦した米軍エースウィリアム・レオナードは、ゼロ戦とドッグファイトすることの愚かさを教えられたと経験を語っていたが、アクタンゼロによりゼロ戦の謎のベールが剥がされたことで、鹵獲したアクタンゼロは宝物だった。私の知る限り、その必要性が非常に差し迫っている時に、これほど多くの秘密を解き明かした鹵獲兵器は他にないと語っている。アクタンゼロを発見したカタリナ隊の指揮官、ジェームズ・サージェント・ラッセルは、極めて大きな歴史的意義があったと述べた。米軍内では、アクタンゼロの情報は、米軍機の性能向上と太平洋の戦況に役立つと評価を得ていた。一方で、アクタンゼロがもたらした影響の大きさに異論もあった。中国のフライングタイガースからの性能レポートなどをもとに、対ゼロ戦戦術サッチウィーブを考案したジョン・サッチは、珊瑚海、ミッドウェー、ガダルカナルの空戦がアクタンゼロ分析前であったことから、ゼロ戦は謎の飛行機のままではなかった。その独特の特性に関する情報は、パイロット間ですぐに広まった。ゼロ戦と戦ったパイロットたちは、伝説的な戦闘機に打ち勝つ戦術を編み出すために、アクタンゼロの分析結果を必要としたという主張には異を唱えるだろうと述べている。10月6日にアクタンゼロのテストパイロットを務めたトラップネルは、この機体の全体的な印象は情報部が当初作ったものの通りだ。その性能も含めて、など、アクタンゼロの影響をどのように捉えるかは人によるが、肯定的な意見の一つに、ビル・シーズ海軍大佐のアクタンゼロを手にしたことで、パイロットの命が、たとえ一人でも救うことができたのであれば、それは本当に価値のあったことではないだろうか、という声がある。また海軍エース、ケネス・ウォルシュやアール・ロバート・ポーターは、アクタンゼロから得られた戦術のおかげで命拾いしたと話している。1944年、情報収集の役目を終えたアクタンゼロは、太平洋戦線へ向かうパイロットの練習機として使用された。1945年2月、離陸に向けたタキシング中、コントロールを失ったヘルダイバーのプロペラがアクタンゼロに接触。巻き込まれた機体は切り刻まれ、アクタンゼロは残骸となった。計器板など部品や破片の一部は回収され、いくつかのアメリカ博物館に保存されている。アクタン島の丘に埋葬されていた古賀一匹層は、1947年、アメリカの墓地登録サービスに掘り起こされ、アリューシャン列島を南、アダック島の墓地に移された。この移動時に、古賀一匹層の身元は不明と記録された。1952年、サンフランシスコ講和条約を結んだ政府は、苛烈なる戦火で命を落とした戦没者の帰還事業を本格的に実施。
1953年、アダック島の墓地から日本兵236柱が帰国した。そのうち身元不明の日本兵は千鳥ヶ淵戦没者墓苑に収められた。1980年代後半、アクタンゼロを調べたアメリカ人作家が中心となり、アクタン島から消えた古賀一匹荘を捜索。千鳥ヶ淵戦没者墓苑に埋葬された可能性を突き止めた。